一度は見たい別世界、全国の雲海スポットおすすめ11選。じゃらん編集部が11のスポットをピックアップ。自然が生み出す幻想的な雲の海、見られたらラッキーな雲海スポットで感動のひとときを味わってみませんか。今回は一度は行ってみたい全国の雲海スポットをご紹介します。まず1軒目は大自然が生み出す絶景に息を飲む星野リゾートトマム雲海テラス。せり出したデッキやゆったり過ごせるカフェから迫力満点の絶景が望める日本有数の雲海スポットです。標高1088メートルに位置する雲海テラスは山麓駅から山頂駅へ雲海ゴンドラで13分。朝方はとても冷え込むため防寒対策はしっかりと行いましょう。雲海は気温が上がると蒸発してなくなってしまうため早朝に向かいましょう。刻一刻と変わっていく雲海の景色を眺めながら贅沢なひとときを過ごすことができます。5月から10月の営業期間中、雲海に遭遇できるのは平均で 40%。 雲海の他にも晴れている日は日高山脈をはじめ山々の景色が楽しめますよ。雲海テラスは星野リゾートトマム内のスポットのため、リゾナーレトマムとトマムザタワーの宿泊者は山麓までの無料送迎バスが運行されているほか、雲海ゴンドラも無料で乗ることができます。併設された雲カフェでは雲をテーマにしたスイーツが味わえます。山々をバックにしてフォトジェニックな写真もたくさん撮れそうですね。2軒目は屈斜路湖を包み込む神秘的な雲海が見られる津別峠展望施設。山頂から知床連峰やオホーツク海まで約 150km に広がる大パノラマを一望できる雲海スポットです。標高が高いので雲がかかりやすく、雲海に出会える確率は 60% 以上。その中でも日の出と雲海のコントラストが美しい早朝の時間帯が人気です。展望台からは360度のパノラマが広がり、屈斜路湖の向こうに広がるオホーツク海、メアカン岳とオアカン岳の稜線、さらに大雪連山まで見渡すことができます。建物の中にある展望バルコニーは9時から19時まで無料で利用することができ、建物の外にある展望広場は24時間無料で利用することができますよ。有料の雲海ガイドツアーはオープン前の早朝に展望バルコニーを貸し切り、専門のガイドさんの解説とともに雲海を楽しむことができる人気のプログラムです。雲海の広がる日はもちろん、さまざまな表情に変化するお天気や絶景を堪能することができます。3軒目は公園の展望台から紅葉とともに楽しめる雲海スポット、秩父ミューズパーク。都心から近く、駐車場から展望台へのアクセスもいいため気軽に雲海を楽しめるスポットです。雲海が見られるのは日の出前後の1時間程度なので、早朝を狙って出発するのがおすすめ。雲海が見られる時間帯は公共交通機関がまだ動いていないのでご注意ください。雲海の他にも晴れていれば秩父市街地や武甲山を見渡すことができます。秋には約500本のイチョウやモミジが色づくので、紅葉の季節を狙って訪れるのもいいですね。4軒目は朝日に染まる富士山と荘厳な雲海を望む高ぼっち高原。10月中旬から11月下旬頃まで日の出の1時間前後に非常に高い確率で雲海を見ることができる高ぼっち高原。幻想的な雲海とそびえる富士山にご来光が差し込む幻想的な絶景スポットです。オレンジ色に照らされていく富士山と雲海の隙間から見える群青色の諏訪湖、神秘的な世界を生み出します。夜明け間近の時間帯は街灯の光が雲海にぼんやりと浮かび上がり、幻想的な世界が広がります。もしも雲海が見られなくても北アルプスや南アルプス、諏訪湖、そして富士山まで360度の眺望が楽しめますよ。
キャンプエリアもあるので、大自然との触れ合いと雄大な景色を思いっきり楽しむことができます。雲海を眺めながら早朝散歩ができたら格別ですね。5軒目は南アルプスと雄大な雲海が堪能できる富士見台高原ロープウェイヘブンス園原。南アルプスまで広がる雲海が見渡せる圧巻の展望スポットです。秋から冬にかけて朝方に出現する雲海は盆地である稲谷の風物詩。早朝であればかなり高い確率で雲海を見ることができます。例年10月初旬から11月初旬には南アルプスまで広がる雲海と星空や紅葉を楽しむイベント、雲海ハーバーが開催されます。標高1600メートルの山頂まではロープウェイとリフトを乗り継いで片道約30分から40分。しっかりと防寒対策をして臨みましょう。雲海を見た後は富士見台高原までのトレッキングや遊歩道での散策などがおすすめ。時期によっては美しい紅葉も合わせて楽しむことができます。夜には美しい星空が見られる天空の楽園ナイトツアーが開催。星空をテーマにした光の演出やガイドさんによる星空解説など、夜は星空、朝は雲海が楽しめるようさまざまなイベントが開催されています。6軒目は珍しい夕景の雲海に出会える竜王マウンテンリゾート。雲海スポットとしては珍しいサンセットとともに雲海が望める絶景スポットです。早朝しか見られないことが多い中、山々に沈んでいく夕日と雲海が織りなす風景が望めるのは竜王マウンテンリゾートならでは。一日の終わりを雲海の風景で締めくくることができる特別な空間です。雲海へ行くには166人乗りの世界最大級のロープウェイで10分間の空中散歩を楽しんだ後、標高1770メートルの空テラスへ。晴れた日は北アルプスの山々や夜には満天の星とさまざまな絶景が楽しめます。こちらは併設する空テラスカフェ。雲の動きを見渡せるソファースペースをはじめラグジュアリーな雰囲気が魅力。雲海や雲に見立てたオリジナリティあふれるフードやドリンクを楽しむことができます。7軒目は雲海ブームを広めた天空の城が望める立雲峡。雲海にぽっかりと浮かぶ竹田城跡がメディアに取り上げられ話題になった雲海スポットです。日本のマチュピチュ、天空の城と呼ばれる竹田城跡が雲海に包まれるのは日の出から7時半頃まで。竹田城跡が最も綺麗に望める第一展望台までは駐車場から徒歩40分かかるので早めの出発がおすすめです。晴れた日には壮大な山の風景や竹田の城下町が一望できます。雲海に遭遇できる確率が高いのは秋ですが、満開の桜と竹田城跡のドラマチックな共演が見られる春もまた格別です。桜に包まれる竹田城跡も真っ白な雲海に浮かぶ竹田城跡も一度は見てみたい絶景スポットですね。8軒目は車中から雲海を鑑賞できる高野辻休憩所。1年を通して雲海が見られる隠れた名所、奈良県野瀬川村のスポットです。春は桜、夏は新緑、秋は紅葉、冬は雪化粧とさまざまな景色と雲海の共演が楽しめるのも魅力です。野瀬川村のホームページでは雲海の様子をライブカメラで確認することができます。出発前に雲海が見られるかを確認できるのが嬉しいですね。近くには日本三大荒神の荒神社があり、こちらからも雲海を見ることができるので雲海巡りをしてみるのもおすすめです。
9軒目は雲海に浮かぶ天守が神秘的、備中松山城雲海展望台。戦国時代にタイムスリップしたかのような現存する天守が雲海に浮かぶ風景が見られる絶景スポットです。9月下旬から4月の初めにかけて雲海が発生しやすくなる高梁市では、備中松山城雲海展望台から雲海を見渡すことができます。展望台から天空の山城を見た後は、実際に備中松山城へ訪れてみるのもおすすめ。お城を2倍楽しむことができますよ。10軒目は阿蘇カルデラに広がる雲海の大パノラマ、大観望茶店。涅槃像のような阿蘇五岳を前に年間を通して雲海を見ることができるパワースポットです。一面に広がる穏やかな雲海に浮かぶ阿蘇五岳の山々。向かって左から頭、胸、お腹のようにまるでお釈迦様が寝ている姿のようだと神秘的な気持ちを抱く方が多い大観望の風景です。条件が揃えば小国方面にも雲海を望むことができます。晴れた日はのどかな田園風景が広がります。壮大な景色を眺めながら地元の食材を使った軽食やデザートをのんびりといただくこともできるので、チェックしてみてくださいね。そして最後は水墨画のように美しい雲海、国見ヶ丘。高千穂盆地や阿蘇の山々を波打つように覆う雲海、躍動感のある墨絵のような世界を見せてくれる絶景スポットです。秋から冬の初めにかけて早朝に見ることができます。雲が辺り一面に広がり、阿蘇の山が島のように浮かび上がる高千穂ならではの光景です。雲海に遭遇できなくてもご来光を拝んだり、山々から霧が上がる神秘的な風景を見ることができます。自然の中のブランコから雲海を楽しむことも、ゆらゆら揺れているとまるで雲海に浮かんでいるような気分を味わえます。以上11件のスポットを紹介いたしました。昔から雲海が望めると地元で親しまれてきた展望台から、カフェが併設されたテラスを持つ映えスポットまで、気になった施設の最新情報は概要欄をご確認ください。じゃらんではお出かけしたくなる様々な情報を発信しています。そちらもぜひご覧ください。